雨予報じゃなかったのに雨が降ってきました。なんで？ソロキャンプのことだったんです。一番乗りです。皆さんこんにちは、マイアンキャンプです。今回なんだけど、実際に私がキャンプ場で体験した心霊話を皆さんに共有したいと思います。で、今日泊まるこのキャンプ場とは一切関係ないし、キャンプ場は公表しないんですけど、こういう風な体験をしたよみたいな感じで皆さんにお伝えできればいいなって思います。それではキャンプ行くぞ。で、私今オートキャンプ場なんで、今こんな感じでテントを立ててるって感じです。今日はコールマンのシートに荷物をポン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 と置いています。これがあった方がね、便利なことに最近気づきました。続けるかどうかわかんないけどたまにこういうスタイルを取っていこうと思います。はい、車もここにあります。かっこいい。今日ね、焚き付けも何もないの。周りも落ちてないんだよね、油の木が杉の木、細い薪を作って火をつけなきゃいけない。よし、頑張ろう。この間みんなにおすすめのナイフ聞いたんだけど、ありがとうございました。コメントで教えてくれた方。あとね、このモーラナイフを研いでみてくださいみたいな風に言ってくれた方もいて、まだ研げてないんだけど、一度ちょっとこれ研いでみて、切れ味変わったら、そのまま継続して、フェザースティック用にも使っていきたいんだけど、巻き割りだけじゃなくてフェザースティック用にも、ぶっちゃけ正直フェザースティックやんなくてもキャンプの焚き火はつくんだけど、やっぱりこういうロマンじゃない？あ、フェザースティック作れるよみたいな感じになりたいんだよね。落ちてる松ぼっくり見つけた。松ぼっくりでつくじゃん。だって見つけた。高いこの松ぼっくりの木の下に松ぼっくりがいくつか落ちてる。ちょっと行こう。松ぼっくり。今日はね、麻婆茄子風の麻婆茄子を作っていきたいと思います。もう片栗粉が切れてて、片栗粉がない。で、家に豆腐はあったんだけど、なんか豆腐じゃなくて、なんか茄子が食べたくて、なんかすごいスーパーに茄子が並んでたから、だから茄子を使いたい。で、家に甜板醤がないのと、あと豆板醤がないのね。
容器はあるんだけど、残り1ミリなんじゃないですかっていうぐらいの残量で、まあ、ほぼないに等しい。だから、麻婆茄子じゃないじゃん、その時点で。片栗粉なし、豆板醤なしっていう風にレシピを調べてみたら、味噌を入れたら麻婆茄子風ができるらしくて、味噌を使った麻婆茄子風のお料理を作っていきたいと思います。はい。いくぞ。塩コショウ、本みりん、あと少し。使い切りたいけど絶対使い切れない。じゃがビー、これは違う。これは後で食べる。レッドペッパー、これがあれば味整うと思います。はい。味の素、ナス、お味噌ラップに包んできた。ニンニクチューブ。あとこれ豆板醤なんだけど、もうこれなくない？これなくない？もう絶対ないよね、これ。気持ちばかりの豆板醤を入れます。あとね、生姜、これ大事。鶏肉、本当はなんかこう豚肉とかだと思うんだけど、私はヘルシーに鶏肉です。鶏肉のミンチ、あとは大事な長ネギ。やっぱり中華系はね、なんかね、調味料が多くなってしまうよね。みりんだけめっちゃ目立つな。間違えた、反対だ。いつもこれやってしまう。あ、できた。 OK。 ごま油をひいておこう。鶏肉を、やばい作り方とかいまいち学んでないけど大丈夫かな。ちょっと学んどこうかな。ほら、あ、先に生姜、ニンニク、ナス最初に炒めるって書いてあったけど、もう遅いので一緒に入れちゃいます。みりん結構入れてもいいと思う。味を整える味の素。お水を少し。味噌。めちゃめちゃ厳重にラップしちゃったんだけど、はい、味噌。よっしゃ。これどういう味なんだろう。美味しいのかな。なんか味噌汁みたいになってない？そしたら塩コショウ入れます。で、レッドペッパー。いやー、あるかなこれ。豆板醤。大丈夫か。いや、もうないな。いや、ないな。なかったか。めちゃくちゃいい匂いするな。うわ、最高じゃん。ナスもしなしなになってきた。めっちゃ美味しそう。やばい。今日は焚き火を見ながらおつまみを作ってお酒を飲んでいこうと思うから、まだね、お酒はない。我慢。うまっ。乾杯。なんか不意に中華って食べたくならない？私結構 YouTube で街の中華屋さんとか人気店の中華屋さん、ラーメン屋さん、定食屋さんの一日のルーティンをこういう風に動画に映して YouTube にアップしてるチャンネルがあるんだけど、それを見るのがすごく好きで、っていうのもラーメンって定期的に食べたくなるじゃん。ラーメン食べたい時に見る感じ。こ
この飯テロ動画を見てなんか食欲が多少満たされるんだけど、その動画を見ると多少満たされるの。出しても出しても出てこない。この火の。松ぼっくり。松ぼっくりをね、ここにつけて。松ぼっくり。いい音するね。じゃじゃん。花畑牧場。生裂けるチーズ。やばくない？ちょっと待って。楽しみ。高タンパク質だからね。うわ、やば。ワインソーダ。白ワインのね、ソーダ割りが売ってたから買ってみました。フルーティーな香りの白。アルコール 5.5% だね。美味しそうだよね。辛口って書いてあるけど大丈夫かな。待って、避けるチーズ。食べ方間違えた。いただきます。とある日のソロキャンプのことだったんです。まず最初に説明すると、ここのキャンプ場は一切関係ないです。キャンプ場着くじゃないですか。その日は私と見えないところにもう一家族お客さんがいたんですけど、もう本当に離れていて全く見えないんですね。なんかちょっと明かりがついてればぼんやりいるかなぐらいの位置にお客さんが一組だったんです。でいつものように着いたってさあ設営するかって設営するじゃないですか。森が気になったんですね。なんか気になるなーみたいな、なんか気になるなーみたいな風に私振り返ってるんですよ。チラ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 見て気になってたんですよ。別になんもないかみたいな、人もいないし、気のせいかみたいな感じで設営を始めるんですけど、設営終わってゆっくりするじゃん。また気になるんですよね、その森が。チラッチラッと見るんですけど、誰もいない。人もいないし動物もいない。でも確実に
振り返る前に人いるみたいな感じで思って振り返ってるんですよ。私の気のせいかみたいな。まあでもなんかちょっと気になるから怖いなーって思ってたんですよ。まあでもそんな気にしてもキャンプ楽しくなくなるし、まあいっかみたいな感じでいつものようにキャンプを楽しんでいるわけなんですけど、夜になりました。で夜になってその日なんか急に天気が悪くなったんですよ。これは関係ないと思うんですが、急に、雷がゴロゴロゴロってなって、おおみたいな、ビビってたら急に強い雨が降り出したんですよ。うわーみたいな、雨降ってきたーみたいな。まあこんなこと普通に何回もあることだしなんかちょっと降ったりやんだり降ったりやんだりみたいな微妙な雨だったんだよね。でその日普通に夜ご飯夕食を食べて、車中泊ですよね、ジムニーの中に入ったんですよ。入ったはいいんですけど、雷と雨が強くなってきて、それだけでも不安に駆られるじゃないですか。ちょっと体調は疲れ気味で、雷が鳴る、雨が降るっていうコンディションだったんですね。でジメニーの中で、いつものように寝るかって準備してたんですけど、いきなり涙がブワーって出てきて、いや私こんなキャンプで泣くことなんてないぞみたいな、意味不明で涙が出てきたんですよ。で普通に数分したら落ち着いて、眠りにつくんですけど、その日悪夢を見たんですね。でその悪夢がリアルで、リアルで、その夢っていうのが、私が追いかけられてるんですね。追いかけてくる人たちが1人だったかな、2人だったかな、悪魔みたいな人だから、もう絵に描いたような悪魔みたいな人が追いかけてくるんですよ。格好も黒い布に包まれて、顔もよく見えなくて、なんかフードかぶってんのかわかんないけど、本当によく見えなくて、こうやって追いかけてくるんですね。最初見知らぬ土地から始まって逃げてるんですけど、私があるホテルに入ってエレベーターでなんか追いかけっこ、チン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 みたいな追いかけっこしてたんだけど、もう捕まるかって時にシーンが切り替わって、私の今寝てるキャンプ場チムニーの中に切り替わったんですよ。で夢か現実かもう分からなくなっちゃって、そこから追いかけられてる時は夢だなって分かったんですよ。分かるじゃん、これこんなん現実にあるわけないでしょ、これ夢じゃんみたいな。シーンが切り替わって悪魔が追いかけてくるわけですよ。で私必死に運転してんの、そのキャンプ場の中で地面にこうやって夜中に動かしてそこで夢が終わっちゃったんだよね。妙に怖い夢を見たんですけど、よくあるというか、よくはないけど、ちっちゃい頃とか悪夢を見るじゃないですか。そんなレベルなんですよ、言うても。でも一番何が怖いかってその後なんですよね。その後なの。その日はキャンプ場普通に帰ったんですよ。で家に帰ってきて、その日寝るじゃない、寝れないのいやいつもだったらすぐ寝れてたのに寝れないの。そのキャンプから帰ってきた寝ようとしてる時にミシミシみたいな、いやこの時間に、もう夜中ですよ、この夜中になるか、怖いなみたいな、妙に怖かったんですよ。ある一定の場所からずっと鳴るんですよ。2分おきぐらいかな。今まで鳴らなかったのにですよ、今まで鳴らなかったのに
そのキャンプから帰ってきた夜中に鳴るようになったんですよ。しかも1回ならまだ偶然かなって思うじゃない？もう2回3回4回となるんですよ。いやもうこれまぐれじゃないなみたいな、見えない誰かがいるのかなみたいな風に思っちゃったんですよ。霊がいるのかもしれないって思ったんですよ。もしかしたら。だってそう思うしかないじゃん。霊連れてきたかみたいな風に思っちゃったんですよ。もうずっと寝れなくて、音が気になって、でもなんか汗もかいてきて、汗かいて布団から足も出せないし、もうこうやって縮こまって目をつぶんですよ。ギュッと目をつぶるんですけど、つぶっててもなんか今にも夢に出てきた悪魔がこうやってもう迫ってくるんじゃないかなっていう雰囲気なんですよ。錯覚を起こすレベルの怖さで、ずっと目ギュッてつぶりながらこうやって寝ようとしてたんですけど、寝落ちしまして悪夢を見たんですよ。また前日に悪夢を見たのに、またその翌日に悪夢を見たんですよ、家で。その日から夜中にミシって鳴るようになってしまったんです。でなかなか寝つけない夜が続くわけなんですけど、もう私このままじゃいけないなみたいな、簡単な自分でできるお祓いですよね。だから気になるところにパンパンパンって叩くような感じのお祓いをしたんですね。1日じゃ効かなかったんですけど、もうそれを1週間以上続けて、やっと夜中にミシって言わなくなったんですよね。そういうこともねあるんだなって思って。いただきます。乾杯。コメントありがとうございます。嬉しいですね。おやすみなさい。ついにもう寝袋いらないかもしれない今日。いやーどうだろう、あったかいから寝袋いらないかもな。上着羽織るぐらいで足りるかもしれない。一応寝袋を持ってきたんだけど、今日は寝袋を出さないで寝てみます。出したら言うねじゃあまた明日おやすみなさい。雨が降ってきた。待って、聞いてないんだけど。雨予報じゃなかったのに雨が降ってきました。なんで？焚き火台を避難させないと。やばい、ちょっと撤収します。焚き火台を
りがとうございました。ありがとうございました。忘れ物もないね。よし。帰るぞ。家に帰ったらテントを干します。じゃあ、またな。また来るよ。はあ、楽しかった。楽しかった、楽しかった。泥だらけ。やばい。